直輔介護福祉士試験塾です。この度はお忙しい中ご視聴くださり心より感謝を申し上げます。あなた様は志があり向上心のある方であると思います。試験に自信のある方はこの動画を見る必要はありません。でも試験問題を正解する確率、合格する確率を上げたいとほんの少しでも思っているのであれば、今すぐこの動画を見るべきです。なぜならば、この動画には誰でも問題を正解する確率を上げる方法が書かれているからです。この動画のタイトル、ツッコミを入れて解く、なんじゃそりゃと思われた方も多いことでしょう。合格するために試験問題にツッコミを入れてくださいと言ったらもっと驚くことでしょう。でも本当のことなのです。本番の試験は初めて解く問題です。限られた時間、極度の緊張感、頼りになるのはあなたのツッコミなのです。指導方法につきましてはいろいろな考え方がございます。講師によっても考え方に違いはありますが、それぞれの考え方を尊重いたしております。この動画は介護福祉士国家試験を受験される方のために作成いたしました。タイトル、ツッコミを入れて解く。目次、1、はじめに、2、動画のアップを始めたきっかけについて、3、伝説の講師との出会い、4、ツッコミとは、5、ツッコミを使ってみます。6、なぜツッコミが必要なのか。7、介護福祉士国家試験は簡単であると思いますか。8、使える時間は限られている。9、受験される予定のあなた様へ。10、三方よし。11、このチャンネルの考え方について。1、はじめに、何から勉強すればいいのか。問題集をする前に、まずは教科書を読み込む。過去問は何年分、どのくらいすればいいのか。暗記すれば正解できる？やっぱり暗記？このような思いが浮かんだあなたに質問いたします。3日前の食事を覚えていますか？私は覚えていません。暗記に頼ってはダメです。この表は重要なので全部覚えましょう。こういうのが良くない。これも出そうなので覚えてください。覚えろと言われて覚えることができますか？しかしながら全く暗記が必要ないわけではありません。過去問を何度も繰り返し解いていたらいつの間にか覚えていた。こういうのが良いのではないかと思っています。暗記に頼ることなく試験問題から答えを導き出すことができればどんなに素晴らしいことでしょうか。2、動画のアップを始めたきっかけについて。過去問をした方が良いとお伝えしたが、結局その方は有料セミナーに通うだけで過去問をせずに不合格になってしまった。教科書ばかり読み、過去問をあまりせずに不合格になり、自分を責められる方、私が悪いのだわ。お仕事や家事をしながら、お忙しい中での試験勉強、本当に資格を必要としている方が合格できていないのではないか、なんとかしたい。このような思いがあり、経験を通して学んだことをアップいたしました。動画の内容は私自身の介護福祉士試験、介護支援専門員、ケアマネージャー、法律系国家試験8回の経験をもとに書いています。3、伝説の講師との出会い。その昔、私は福祉関係の法律家を目指し、法律系国家資格に合格するべく、通勤中はもちろん、帰宅後も頑張っておりました。伝説の講師に出会うまでの私は、
他の講師の授業を受けており、とにかく法律の条文を覚えてください。この表も重要なので全部覚えましょうと言われるままに日本国憲法の条文などを暗記するべく読み込んでいました。常識で考えても膨大な量の条文を覚えられるはずがない。また、覚えたとしても正解にできるとは限らない。冷静に考えれば気づくことです。あの時、伝説の講師との出会い、法律系国家試験の直前に伝説の講師に出会う。伝説の講師の授業は次のような感じ。市町村長は何々をすることができる。丸か×か。横浜市や大阪市などであればできそうですが、市町村って書いてあるから村長も含まれるわけやん。人口が少ない村長の権限でそんなことできるわけあらへんやろとツッコミを入れましょう。ということで×です。このようにツッコミを入れればスパと答えが出ますからね。そして伝説の講師はツッコミを入れながら次から次へと答えをひねり出していきました。今となっては懐かしい伝説の講師の授業の一場面です。今まで正解するために暗記が必要と教えられていた私は衝撃を受けました。伝説の講師のおかげで正解率が向上しました。しかし全力で奮闘しましたが残念。努力の甲斐もなく挫折、そして落ち武者となりました。その後、介護福祉士国家試験、介護支援専門員、ケアマネージャーを受験。伝説の講師の解き方が役に立つことを体験を通して実感しました。一人でも多くの方が良い試験勉強のスタートを切り、合格を勝ち取っていただけることを願っています。4. ツッコミとは、漫才のツッコミ役、相手の言葉、言い回しなどのおかしなところに対して意見、指摘するなどでしょうか。例えば、A さんが最近はお金が物を言う時代になったと言いました。これに対して、B さんは A さんに対してお金が物を言うはずがないとツッコミを入れます。ツッコミとは簡単にこのような感じでしょうか。5. ツッコミを使ってみます。家庭では熱水で滅菌する。こちら、熱水では滅菌できないでしょうとツッコミを入れます。×です。肺は腹腔内にある。こちら、肺は胸にありませんか？ですので、腹にはないでしょうとツッコミを入れます。×です。咽頭は左右に分岐している。こちら、咽頭はおそらく喉ですね。左右に分かれているとは聞いたことがないとツッコミを入れます。×です。このようにおかしいところにツッコミを入れて×にしていきます。6. なぜツッコミが必要なのか。試験問題は初めて解く問題です。試験問題は5つの選択肢の中から正解の選択肢を1つ見つけますので、ツッコミを入れておかしいと思った選択肢を1つでも×にすることができれば、正解できる確率が上がります。もしも5つの選択肢のうち3個を×にすることができれば、残りの選択肢は2つですので、正解できる確率は 50% です。本番の試験は初めて解く問題です。限られた時間、極度の緊張感、頼りになるのはあなたのツッコミなのです。7. 介護福祉士国家試験は簡単であると思いますか？介護福祉士国家試験は落とすための試験。もしも合格率が 60% であれば、落ちる確率は 40% ですね。世間では合格しやすい資格であると言われていますが、本当にそうでしょうか？私はそうは思いません。養成校で学ばれている方や、介護現場で働かれている方にとって、
介護福祉士国家資格は必要であり、必ず取得したい資格であると思います。試験前に職場の仲間や上司など、いろいろな人に介護福祉士国家試験を受けますと伝えていることでしょう。また、試験の前に頑張ってきてねとありがたいお言葉をいただくこともあるでしょう。そのため、必ず合格しなければというプレッシャーは想像以上であると思います。かくいう私もそうでした。なんだこの凄まじいプレッシャーは。手が震えてマークシートに上手に書けない。どうすればいいんだ。試験後の自己採点の時は手の震えが止まらない。やったー、合格点だ。結論、決して簡単ではない。8. 使える時間は限られている。人によってそれぞれ試験勉強に使える時間は違うと思います。学生の方、フルタイムで働きながら受験される方、家庭の用事、ご両親、子供さんのお世話など、人によって状況は様々であると思います。その中で受験される方はたくさんの努力をされておられることでしょう。頭が下がる思いでございます。かくいう私もそうでした。働きながら取得される方が多いと思いますので、例に挙げてみます。お仕事が終わり、自宅に帰ってから何時間勉強できますか？ 1 時間できるでしょうか？疲れているのでできない。できる時間は30分とします。では、お仕事が休みの日であればたくさんできる？5時間しますか？できますか？休日は1時間くらいであればできる。ということで、個人差はありますが、学習時間はお仕事がある日は 0.5 時間、休日は1時間、1週間では 4.5 時間、1ヶ月では約18時間であると考えることができます。学習できる時間は意外と少ないように思いませんか？では、過去問を3年分を1回繰り返すのにどのくらい時間がかかると思いますか？約3時間ですか？約5時間ですか？約18時間であると考えます。その根拠は、当塾の YouTube チャンネルに過去問3年分の動画がございます。最初から最後まで視聴すると約18時間かかるのです。先ほど1ヶ月の可能な学習時間は約18時間であると申し上げましたが、3年分は約18時間かかりますので、1ヶ月に1回のみ繰り返すことができると考えることができます。個人差はございますが、10ヶ月であれば過去問3年分は10回しか繰り返すことができないことになります。しかしながら過去問は3年分を30回以上を目標にしていただきたいとお伝えしています。10回で OK と言ってしまいますと、3から5回で安心して終わってしまう方がおられますので、あえて30回以上とお伝えしています。30回以上とお伝えすれば10回以上しようと思うでしょう。過去問題が十分にできているかを確認する方法。過去問の本を適当にペラペラっとめくって開いたページの問題を解く。正解できなければ過去問の繰り返しが足りていないということになります。9. 受験される予定のあなた様へ。実務者研修、介護福祉士養成校で学ぶ、介護系の研修など、たくさん学んでこられましたね。教科書を読んでこられましたね。あなた様は本当に素晴らしいです。たくさん頑張られましたね。今から過去問題をやってみよう。過去問になれよう。試験を受けるにあたって、まずは敵イコール過去問題を知ることは大切であると思います。思い切っていきなり過去問をしてみましょう。教科書は過去問を解きまくった後でいいでしょう。過去問 95%、教科書 5%。シンプルに
介護福祉士過去問を繰り返す。一気に合格圏内へ。一発合格する予定の方。合格に必要なことだけを学びたい方。受験資格がある。受験見込みであり、初めて介護福祉試験を受ける方。大歓迎です。一緒に介護福祉試験合格を勝ち取りに行こう。おすすめは、直輔介護福祉士試験塾一択。介護福祉士試験の合格に特化したチャンネルです。過去問解説だけで全て完結できるように最善を尽くしています。YouTube でいつでもどこでも合格に必要なことだけを手軽に学べる。98% 聞き流し対応しています。昼寝をしながら、食事をしながら、好きな音楽を聴きながら、今から介護福祉士国家試験の過去問題をやろう。過去問になれよう。10、三方よし。あなた様が受かっていただくことにより、社会が豊かになる。資格取得により、受験生様のステップアップ、社会的地位、お仕事に対する意欲の向上につながる。資格手当が社会に循環する。国家資格を持った方が介護現場社会に増えることにより、安心感、信頼感につながる。そして社会が豊かになり発展していく。私は豊かな社会の恩恵を受けることができる。1、受講生様イコール聞き手よし。2、講師イコール教えてよし。3、利用者様イコール社会、世間よし。ということで、1、2、3、三方よし。私はこのように考えております。11、このチャンネルの考え方について、試験問題のおかしい選択肢を減らす練習を行うことにより、正解する確率が上がり、合格に近づくことができると考えています。このチャンネルでは、覚えるのではなく、試験問題から正解を探すことを大切にして進めていきます。さあ、一緒に答えを見つけに行こう。介護福祉士試験対策を通して社会に貢献します。直輔介護福祉士試験塾、塾長兼専任講師直輔、最後までご視聴くださりありがとうございます。